さんこんにちは、シンガーソングランナーのすいです。ランニングコーチの黒川です。お尻を使って走る、これを意識したい人たくさんいるんですけど、どこを意識したらいいんだろうとか、てかまずは思って、お尻を使って走るってどういうことみたいな、いや私たち足で走ってますよみたいな。なるほど。でお尻使うってどうやってみたいな人がたくさんいらっしゃると思うので、ちょっと今日は黒川くんにそのあたりを詳しく教えていただきたいと思います。ちょっとテーマがですね、はい、かなり広いっていうのがあって、お尻自体がやっぱりそれだけでもずっと3時か4時間いっぱい話せるような内容になってくるので、はい、どこから話すかってとこなんですけど、まずお尻って股関節の動きで考えると、屈曲と伸展、いわゆる屈曲曲がると伸展っていう、伸展っていう時にお尻って使われるんですね。で、ここを皆さん筋トレとかいろいろやるわけですけど、走ってる時ってなかなか意識ってできないんですよ。なんかこんな感じで意識しちゃったりとか、こんな感じでやっちゃったりする人いると思う。そうだから私がお尻を使って走ろう、お尻を使って走ろうと思った時に、結構こうなったの。もう浮いちゃうで、でも意識してるから、お尻使われてる感じするんだけど、なんかこうなっちゃって、頑張ってるのになんでよみたいな感じだった人とかもいるのかなと思って。そうですよね。でお尻ってその着地した時も使うし、送り出す時、足を後ろに送り出す時も使うんですよ。で使う場所って違うんで、皆さん多分使いたいのは送り出す時だと思うんですね。でそれにうまく移行するためには、意識ってよりも移動する意識を持ってほしいんですね。移動する、なんかここ頑張って動かそうってよりは移動です。なので股関節の伸展が出ればいいんで、骨盤が足の上を通り過ぎるともういけるわけですよ。伸展してるんで、でこれで走りながら骨盤が先に移動していくと、もうお尻は使える状態になります。で一番大事なのってお尻だけを使うことじゃなくて、お尻からハムストリングスにうまく移行していくことなんですよ。ハムストリングス、なんかこう裏ももって感じでいいかな。そうですね。ごめんなさい。もも裏。こう聞くと、例えばお尻使えればいいって、もも裏使えればいいって言うじゃないですか。ざっくりしすぎなんで、でもも裏だけ使うとこういう走り方になる。これじゃないんですよ。でお尻から使ってもも裏に移行したいんで、お尻から使っても、でその時に大事になってくるのが、下肢のトリプル伸展といって、下肢とはどこになりますか？足ですね。要は足のことで、骨盤から下のことになるんですけど、骨盤から下のことを下肢。そうです。で股関節、一つ目股関節ですね。股関節の伸展、で膝の伸展、で側関節の伸展。側関節ってどこら辺？足首のことになります。で特にこう抜けるときにMP 関節といって、ここの、中足骨と、腓節骨って言って、ここのボコッとしたところあると思うんですけど、ここが綺麗に曲がることが大事になります。黒川くんの走ってるの見てもいつも綺麗だもん。本当ですか？どこ写真撮ってすごい綺麗だもんね、やっぱり。ありがとうございます。で、ここが自然に出したいっていう時に大事になってくるのが、もう一回言いますけど、こうやって使う意識じゃなくて、骨盤を先に活かせる意識です。そうすると綺麗に動いてくるの分かりますか？分かる。でこの時に足を、例えばやっぱりですね、ここ頑張っちゃうんで、皆さん頑張り屋さんなので、頑張って進もうとしてこうやって蹴ったりとかすると思ったりとか、あとは足をギュッと固めたりとかすることあると思うんですが、あんまり意識しすぎないで、まずは足の上を骨盤が通り過ぎていく。そうすると自然にお尻が使えます。で例えばなんですけど、走ってる時とか歩いてる時に、お尻使ってるなっていう感じが出てくるのであれば、使ってるかもしれないんですけど、だいぶ疲労してるんで、本当はなんか体軽いなっていうぐらいにとどまるのがベストです。で例えばなんですけど、ヒップロックって言って、カツンとするんですよ。ここでキュッと締まってる状態で、ここで仙骨移動させると、これヒップロックさせて、もう足が先に落ちちゃってますね。で人は倒れそうってなると足ストンと落ちる。
その時に落としたいんですけど、落とそうみたいになってるんで、ここまで耐える、落ちる。水さんは落ちよ。僕昨日パーソナルで打ってたんですけど、これ落ちよってなってる。ちょっと待って、それはね、私はできるようになったはず。その感覚はわかる。で、1個かかとからコロンといく。私はちょっと違う。ストンと落ちるね。ヒップロックします。ヒップロックすると腰椎丸まる。ヒップロックがちょっと分かってない。ヒップロックが股関節が90度くで、この下の足がピキーンとなってる状態。はいはい、これ下の足がピキーンとなってる状態。こっから行ってストンと落ちる。あ、惜しい。こうすると自分のお尻キュッとしてないですか？する。はい、走ってる時はできてる気がする。この感覚はある。きつくなってきた時に、きつくなってる時はできないから。ただそのきつくなってきた時に癖が出るんで、基本の動きを押さえておくときつくなった時にも。だからこれやっぱ私の場合は足首をちょっと上にするイメージだと、それがちょっとできやすい。後で好きにこう。私やっぱこうだな。これ好きにで、スッといく。うまい。で、いいですよ。これ上げてていいんで、上げてそこから滑らかに落ちる。徐々に落ちるにつれて力抜いていく。ストップ。やっぱりこう足が先に行く癖があるんで、胴体が行くことによって手足がついてくる。胴体が行くから手足が行く。そうだよね。分かってんの。分かってきてんの。先にやっぱり足が行っちゃうので、胴体が行って無理ってところで行く。いいですよ。胴体が行ってコローンって感じです。なんか降りるとき固める意識してます？してない。今何も意識したらで腸腰筋を最後伸ばすイメージ。ここで止めちゃダメなんですよ。で、股関節が伸展しなきゃいけないんで、例えばお尻をキュッとしようとするんじゃなくて、腸腰筋をストレッチするようにすると、お尻は筋トレが入る。なのでビヨーンといくといいです。最後のビヨーン、来た。あ、ちょっと近い。でストップ。早く行きたいときは待ってください。タイミングを待ちます。早く動かしたいときほど待ちます。待って落とす。待って落とす。待って落とす。そうね。でこういったらストップ。上げる意識って強いですか？すごい強い。上げるっていう意識そんな持たないです。下の足これ、でここも上がった、で上がったらもうこうグーッといって落ちるだけなんで、ただまだ足が先です。まだ足が先、まだなっちゃってるんで、最初そうです。でこっちます。せーの。そう遠くに行かないでください。遠くに行かない。ストンと落とす。ストン。そうです。遠くに行かないですよ。遠くに行かない。皆さんここで一つ黒川くんの動きがめちゃくちゃ綺麗なんですけど、黒川くんやっぱりケアとかもしっかりやってますし、もともと動けるんで可動域とかがやっぱり人よりあるタイプで、私自身はもう結構どこもかしこもガチガチでケアを結構頑張ってストレッチとかも頑張ってこうやり始めたら少しずつマシになってきた。なんか少しずつ前はできなかった無理してもできなかった動きがとかカクカクしてた動きがちょっとずつ滑らかとかになってきたので、ストレッチとあとマッサージボールとか使ってね、
そうですね、コロコロしてあげるとか筋膜リリース的なことをやってあげると、今できなくても続けてればポーンとできるようになったりする。でも着地して股関節の最初前側使って後ろに流れていくっていう流れになっていくんですけど、そもそものそのやっぱこの動きを自分でこう出そうっていうよりは、さっきの転がる時にそれが自然に起こってくれるんで、無理にこういう風に動かすんじゃなくて、ここからストーンと降りていくようにほしい。でこの時に骨盤が下がらないといけないんですね、軸足が。で軸足が下げられないとこうなっちゃうわけです。反対側の骨盤が下がってトレンデンブルグ症候って言うんですけど、このガツンと中殿筋が弱いよって、中殿筋が弱くてこうなっちゃう、人は例えば中殿筋のトレーニングする時とかにこういう骨盤を下げるような動きを入れてもらえると、これだけでさっき言ってたお尻を使う流れができてくるので。最後にまとめて筋肉を使う流れをちょっと教えていただけたらと思います。お尻を、はい。じゃあお尻を使う時はやっぱり1箇所だけじゃないんで、お尻広いから、まず着地する時には外側のちょっと上の方を使ってくるんですね、でここからぐーっといくと、内側下の方に移行してきます、そこからハムストリングスに行くですね、でこれが例えばブレーキをかけちゃう人だとガンッつって、お尻の下がただただ硬くなっちゃうような走り方します、なんか私がうまく走れてる、今日超調子がいいっていう時は、ここがさ、このお尻の下の方、だからお尻とハムストリングス付け根じゃないけど、その辺がグーンってなんか聞いたことある、グーンって聞いたことあるけどこれだみたいな感じの時にすごくうまく走れてる感覚がある。で未だに今感覚合わない時があって、なんか無理だなっていう時はなんかお尻使えてんだけど、なんか上の方だけちょこちょこなんか張ってきて、この下の方がうまくグーンっていかなかったり。そうですね。なのでここで止めちゃってる、自分でこう止めちゃって、だと下の方まで使えてこないので、ここからスッといきたいので、その動きができるといいですね。でこのスッといくのが、じゃあ僕もスッていこう、私もスッていくって思うんだけど、これがちゃんとこの辺の動きがちゃんと正常に動かないとグンともいかないから、この辺のストレッチ、お尻のストレッチ、さっきも言ったけどお尻のストレッチだったりとか、股関節、そうですね。で先に言うと、ストレッチとか、トレーニングとかしてもらって、いつも通り走ってもらうのが理想です。どうもありがとうございました。はい、そして黒川くんの活動については概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。はい、それではうたらチャンネルでまた会いましょう。またね、バイバーイ。